WGP250cc、500cc クラスの両クラスを同時制覇。当時の史上最年少優勝など輝かしい経歴。そしてその速すぎる走りからファストフレディとも呼ばれた二輪ロードレース界のレジェンド、フレディ・スペンサー。そんな彼の人生を振り返ってみる。1961年12月20日、アメリカ・ルイジアナ州に生まれたフレディ・スペンサー。幼少期からダートトラックレースに親しみがあり、4歳から14歳の頃まで2500坪というサッカー場並みの広さを持つ自宅の庭で毎日ダートバイクを走らせていた。1978年、フレディが17歳の頃に本格的に二輪ロードレースへの参戦を開始。モトグッチー、ヤマハ、川崎などのライダーを経て、1980年に US ホンダと契約。アメリカ国内のレースで大活躍した。さらにベルギーグランプリにて最高峰クラス WGP500cc クラスにヤマハの TZ500 でスポット参戦し、グランプリデビュー。翌1981年にはホンダ NR500 でイギリスグランプリにスポット参戦。予選10位、決勝でも果敢な走りで5位まで上がってリタイアという鮮烈な印象を残し、NR500 の世界グランプリにおける最高成績を記録した。1982年、この頃日本市場で HY 戦争という凄まじい市場シェア争いが行われており、ホンダは市販車販売を促進するため、勝てない4ストロークエンジンの NR500 に変え、2ストローク3気筒エンジン搭載の新型マシン NS500 を実戦投入。この新型 NS500 が完成すると、ホンダはフレディとの契約のために実際にそのエンジンをわざわざ飛行機でアメリカへ持っていき、車両データとともにフレディに見せて届いた。そしてこの年からフレディはホンダワークスから世界グランプリへのフル参戦を開始。フレディはこの車両で同年のスペイングランプリで初のポールポジションを獲得し、ベルギーグランプリでは WGP 初勝利を挙げた。その後も1勝を挙げ、年間ランキング3位というルーキーとしては素晴らしい結果を残し、シーズンを終えた。そして翌1983年、後に伝説と呼ばれたこの年は、ヤマハのケニー・ロバーツと全12戦のうち6勝ずつ分け合うという激しい戦いを展開。勝利数は5分だったが、獲得ポイントはフレディが2ポイント上回っており、本格参戦2年目にして最高峰 500cc クラスの年間チャンピオンを獲得した。この時点でフレディは21歳258日であり、最高峰クラスにおけるシーズン制覇の最年少記録だった。ちなみにこの最年少記録は30年後の2013年、マルク・マルケスによるシーズン制覇により20歳266日という記録に更新されたが、最年少記録といえばフレディという時代が長く続いていた。1984年からホンダは V 型4気筒エンジン搭載の NSR500 を投入したが、車両の独創的レイアウトの影響によるトラブルが多く、フレディはシーズン5勝を挙げるもランキングは4位にとどまり、当時のヤマハエディ・ローソンにシーズンタイトルを奪われた。翌1985年シーズンは前年の成績を挽回すべく、なんと同年に WGP500cc、250cc の両クラスにダブルエントリー。500cc クラスでは全12戦中11戦を走り7勝をマーク。250cc クラスでは全12戦中10戦を走り同じく7勝を収め、両クラスとも最終戦を待たずして年間チャンピオンを確定させた。500cc と 250cc のダブルタイトルは世界グランプリ史上フレディのみという歴史的快挙となった。さらに1990年代後半にダブルエントリーが認められなくなったため、この記録を破ることは現在不可能となっている。翌1986年にはシーズンオフ中に肉体改造を試み、開幕戦スペイングランプリに登場。予選ではポールポジションを獲得し、決勝レースもスタートからトップを独走。しかしフレディはレース中に右腕に故障を発症してピットインし、そのままリタイア。その後のレースでもリタイアが多く、フレディはシーズン途中で戦線離脱し、結局1986年はポイントを獲得することすらできなかった。
ちなみにフレディはマシンの開発にも携わっており、1984年から1986年型 NSR500 は当初ワークス系チーム内でもスペンサーにのみ与えられており、フレディスペシャルと呼ばれていた。1986年シーズンはチームメイトのワイン・ガードナーも NSR500 でレースに出走。以後は NSR500 がワークスライダーとサテライトチームに供給されている。1987年、復活をかけたデイトナのスーパーバイクレースにおいて VFR750 を借り予選最速タイムを叩き出すが、前走者の転倒に乗り上げてしまい転倒骨折、本戦には進めなかった。鈴鹿で行われた WGP 開幕戦日本グランプリでは予選初日の第1回目セッションを5周しただけで手首の状態が良くないことを理由にエントリーを取り消し、フレディがレースに戻ったのはシーズン中盤戦以降だった。ポイント獲得はスウェーデングランプリでの7位完走、4ポイント獲得の1回のみで、ランキングは 500cc クラス20位で終わった。1988年にはフレディに対するロスマンズのスポンサードが復活し WGP にフル参戦する予定だったが、オーストラリアでの開幕前テスト走行でやはり右手首の腱鞘炎の痛みが消えていないことが確認され、3月16日に現役引退を発表。開幕戦日本グランプリの会場である鈴鹿サーキットをゼッケン19をつけたロスマンズカラーの最新型 NSR500 で一周ゆっくりと手を振りながら引退記念走行を行った。引退から約1年後の1989年、フレディは手首の手術を行った結果、状態はほぼ万全に近くなったとしてまさかの引退撤回宣言。そしてアゴスチーニ率いるマールボロヤマハチームに加入し YZR500 で WGP に復帰。しかし思うような結果は出なかったためシーズン途中でチームを去ることになった。フレディの腕の不調の原因は手足の血管が収縮することで起こる神経障害、白老病と言われていた。1992年には鈴鹿8隊にミスタードーナツホンダ RVF で参戦。最新ワークスマシンではなかったのにもかかわらず予選3位と驚異的なタイムを記録し、決勝は転倒を喫しながらも4位で完走した。1993年にはヤマハモーターフランスチームから WGP500cc に参戦するが、思うように結果を残すことはできず、同年をもって世界グランプリからは引退した。そして1996年、フレディが35歳の年にレースからの完全引退を発表した。フレディといえば身長178センチという長い手足の下でバイクを自在に操り、コーナー終盤の立ち上がり加速を重視するライディングスタイルが特徴。あのエディ・ローソンもフレディのライディングスタイルを理想としていた。ファーストラップから驚異的なタイムでライバルを引き離し、2位以下に大差をつけての独走優勝というレース展開が多かった。その圧倒的な走りから別名ファストフレディとも呼ばれていた。また感覚派のライダーとしても知られており、走行中エンジンの回転数を示すタコメーターは確認せず、ギアでさえ今何速を使って走っているかほぼ把握せずに走っていたという。初めてのサーキットでさえコース図は一切見ていなかった。プライベートのフレディといえばドタキャンの常習犯。ホンダの社長と会う約束なのに来なかったり、南海部品のイベントで大阪で握手会をするはずなのに来なかったりと、若い頃はレース以外の重要性を理解していなかった。また宗教上の理由から飲酒・喫煙はせず、カフェインの摂取も避けていたが、ドクターペッパーは愛飲していた。レースからの引退後はラスベガスでバイクのライディングスクールを経営していたが、現在は休業。2008年には鈴鹿8隊の特別イベントとして、かつて1985年に WGP チャンピオンを取ったマシン NSR500 でデモラン走行を行い、8隊の監修を大いに任せた。2019年以降は国際モーターサイクリズム連盟のスチュワードパネル委員長にも就任している。天才フレディ・スペンサーのレース人生は引退と復帰の繰り返しでした。
でも裏を返せば、それはレースに対するフレディなりの強いこだわりがあったのかなと感じています。走行テストやイベントをドタキャンするなど、レース以外では問題児ぶりを発揮することも多かったそうですが、スペンサー走法という言葉もあるくらい、彼の走りは天才的で多くのファンを虜にしました。ぜひもう一度彼の走りを見てみてください。僕の走り自体は神に全てコントロールされている。僕は神に守られているのだ。そこには恐怖心など何もない。ただひたすら神を信じて走ればいいだけのことなのだ。Let me know when I get closer. Open up the sky for me. When you say I'll dig much deeper, I will shout.